はい、こんにちは、トミーです。今回は、我が家の床を張り替えたのでご紹介していこうと思います。こちらは賃貸物件なので方法が限られてくるわけですが、どんなアイテムを使ってどんな方法でやったのか、あとはやってみて分かったことも含めて惜しみなくシェアしていこうと思います。皆さん、インテリアの雰囲気を決めるのは何だと思いますか？私はですね、壁や床は面積が大きい分影響度がかなり大きいと考えています。特に床は家具と直接接することになるので、家具との相性の良し悪しが出てきます。で、我が家の床はというと、このように明るめのフローリングで、表面にはね、こういったツヤツヤのコーティングがされています。賃貸マンションだと表面の耐久性を上げるためにこういったコーティングがされるケースが多いようですね。ただあまり好きではなかったので、今回変えようと思い立ちました。ただ賃貸マンションだと原状回復が必須になってきますので、方法が限られてきます。そこで賃貸マンションでもできる床を変える方法を調べてみました。すると主に2つの方法があるようです。1つ目はクッションフロアを敷くという方法ですね。クッションフロアとは柔らかいシート状の床材のことで、その多くが塩化ビニール素材でできており、その名の通りクッション性があります。比較的安価なんですけども、柔らかい素材のため家具の重みでへこみやすいというデメリットがあります。2つ目の方法はフロアタイルを貼るという方法です。いろんな種類があるようなんですけれども、例えば賃貸物件向けの置くだけの製品であったり、あるいは商業施設や学校といったいわゆる業務用のタイルがあります。で、今回は後者のタイプの田島 P タイルを使っていこうと思います。まずは自分の部屋で実現したいインテリアの理想像を固めます。これがないと行き先を決めないまま後悔に出るようなものなので、遭難してしまいます。私の場合はこのようによりクールでミニマルなインテリアにしてみたかったので、床は主張のないソリッドなグレーにしてみようと思います。まずはサンプルを取り寄せることをお勧めします。で、私は、結構急いでいたということもあって、これをやらずにいきなり商品を購入してしまったんですが、やっぱり実物を見ると想像と少し違ってたんですよね。なので発注する前に、複数のサンプルを取り寄せて、確認することをお勧めします。まずはここにある家具などすべて、キッチン側に移動していこうと思います。はい、これで物をすべてどかして床も掃除したので、今からタイルを置いていこうと思います。いやー、何もないと気持ちいいですね。まず仮置きをして張り始めの位置と揃える基準を決めていきます。というのも、部屋の床が歪んでいた場合に部屋の隅から敷いていくと中途半端な隙間ができてしまう可能性があるためです。はい、これで仮置きをしてみたんですが、この部屋の床が結構歪んでいて、壁と壁が垂直からずれていたり、こっちの壁際が曲がっていたりしていました。なので、一番目立つこっちのかまちに対してはしっかり揃えて貼っていくんですが、それに対する垂直方向の窓際はあえて揃えず、最後にカットする前提で敷いていこうかと思います。タイルを敷いていく際には養生テープをこのように粘着面が上になるように入れて、タイルとタイルを連結していきます。これによってタイル間の隙間やズレができにくくなります。
ちなみに最初はこのようにタイルの隅にだけテープを貼っていたのですが、接着箇所はもっと多い方が仕上がりが綺麗になることに気づいて、途中から増やしています。これ大変だな。いやー、すっかり日が暮れてしまいました。続きはまた明日やろうと思います。おはようございます。今日も昨日の続きからタイルを敷いていこうと思います。今日はですね、この主に木はですね、ここの大きさに合わせて、タイルを切って置いていくという作業を主にやっていきます。よし、じゃあやっていきます。頑張るぞ。今回自分でやってみて気づいたことなんですが、タイルの敷き込みの完成度の高さは壁際のカットで決まると言っても過言ではありません。そこでこの壁際のタイルの切り方についてお話ししておきます。まず壁の手前まで敷いたタイルの上に今回カットする対象のタイルをぴったりと重ねます。続いてその上に同じ大きさのタイルを壁につけて重ねます。この状態で一番上のタイルのエッジをガイドにしてカッターナイフで下のタイルに切れ込みを入れていきます。2、3回切れ込みを入れた後、タイルを折り曲げるとカットすることができます。これによってカットした方を壁面に向けて敷き込むことでぴったりはまります。またこういった角についても横方向、縦方向それぞれ同じ考え方でカットすることによってぴったり合わせることができます。はい、これでリビング側の床が一通り完了しました。いやー大変でしたが、結構綺麗になりましたね。すっきりして綺麗ですね。あとはこのベッドサイド側に貼るかどうかなんですけど、まあこの状態で少し過ごしてみてから判断してもいいかなと思います。とはね言ったものの、この際ベッドサイド側も全てタイルを敷いてしまおうと思います。やってきました。はい、とりあえずこっちの道突き当たりまで敷き詰めました。次はこっちかな。こっちベッドサイド行きます。はい、おはようございます。3日目の朝です。いや、今日はベッドエリアの端っこ、あとは
この奥側のところですね、ちょっと残ってるんで、ここを埋めて終わりにしたいと思います。こことかね。いや、あともう少し頑張ろう。はい、ここでワンポイントアドバイスとして、壁際のカットで端材がたくさん出てくるんですけども、これを再利用するための Tips をご紹介していこうと思います。通常のタイル同士だとこのように合わせた際の継ぎ目が結構馴染んで目立たないのに対して、一度カットしたエッジを合わせるとこのように継ぎ目がちょっと目立つんですよね。これは P タイルをカットした面にはこのように凹凸ができてしまっているためです。そこでこの面を平面に置いたヤスリで軽く仕上げてあげると継ぎ目が目立ちにくくなります。はい、これで一通りタイルの敷き込みが完了しました。どうでしょうか。床がとても明るくなったので部屋全体が明るく感じます。印象がガラッと変わりましたね。ちょっと見ていただきましょうか。このね、ベッドフレームの素材がウッドになるんですけども、床面がライトグレーになったことによってこのウッドの質感がとても際立つような感じがします。いいですね。同じようなことがテーブルの足であったり椅子の足についても言えて、木の質感やスチールの質感が、とても際立ってきて、主役と脇役の関係性がより明確になった印象があります。今回使った床材は田島ルーフィングさんの P タイル PRD467 という商品になります。いわゆる P タイルの定番品で、色も豊富で安価なのが特徴です。でもデメリットもありまして、これは住宅向けの商品ではないため、素足で触れるとヒヤッとしますし、冬は寒いかもしれません。またこちらは商業施設向けのタイルで接着加工が前提の商品になっており、今回のような賃貸フローリングの上に乗せて敷き詰めるという使い方は本来の使い方ではありません。なので裏面はザラッとした、クッキー生地のような素材なので、フローリングを傷つけてしまう可能性があります。なので施工は自己責任になりますし、そういう意味でおとなしく裏面がゴム素材の賃貸向けのタイルにしておけばよかったかなとも思っています。でも今回のタイルの質感もとてもいいですし、仕上がりには満足しています。今回使ったフロアタイルの購入先と別途検討していた賃貸向けのフロアタイルのリンクを概要欄に貼っておきます。今回は床を変えてみたんですけど、これだけで同じ部屋とは思えないくらいガラリと印象が変わりました。これによって部屋全体のインテリアのバランスも大きく変わりましたし、この他にもやってみたいインテリアいろいろありますので、今後も継続して手を入れていこうと思っています。今後もインテリア、ライフスタイルについて情報発信していきますので、よかったらチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。それでは今日はここまでとしたいと思います。終わり。